真っ青な空とエメラルドグリーンの海、そんなグアムも日本から飛行機でわずか3時間30分の空の旅。入国に必要なのはパスポートとビザ代わりのパイロットプログラム、そして入出国記録カードと関税申告書。これだけはグアム到着前に揃っているかどうか確認すること。コンチネンタルミクロネシア航空を利用すれば、札幌、仙台、東京、大阪、福岡と日本各地から就航していますから、グアムへは一番の近道。さらにサイパン、テニアンなどの各島へも連絡しているので安心です。グアムと日本の時差は1時間。降りる前には時計を1時間だけ進めましょう。グアムの空港は日本語の表示もあるので何かと心強いはず。飛行機を降りて空港ターミナルビルの2階に入ると、まず入国審査のカウンター。日本からの旅行者は US シチズンやクルーのブースではなく、外国人専用ブースに並ぶこと。並んでいるときは黄色の線内に入らないのがルール。係官に呼ばれたら窓口へと進みましょう。ここでパスポートと入国カード、パイロットプログラム、帰りの航空券を係官に提出。簡単な英語での質問を受けます。まず旅行の目的、 I'm a tourist. そして滞在日数。 I plan to stay 5 days. こんな簡単な英語で十分。パスポートと帰りのチケットを受け取って入国審査はおしまいです。旅の前に旅行障害保険には入りましたか？海外で病気になった時や盗難にあった時など、何かと頼りになるのが旅行障害保険です。海外旅行の前には入っておいた方が安心ですね。次は税関審査です。まず1階のターンテーブルで自分の荷物をピックアップ。そして窓口へ進み、関税申告書とパスポートを見せ OK をもらったら緑の線に沿って外へ。申告するものがある場合は赤線上のカウンターへ行って荷物のチェックを受けます。さあ、これで全ての審査はおしまい。ゆっくりとグアムを楽しみましょう。グアムでは空港からホテルに行くための交通機関はタクシーしかありません。空港の到着ロビーには両替所がないので、出発前に日本でタクシー用に細かいドルを用意しておくといいでしょう。米ドルはすぐ必要なのです。もっともツアーの人はバスが迎えに来ているので大丈夫。ツアーバスは空港の両側にある駐車場に集まっています。くれぐれも他のツアーバスに乗り込まないようにしてください。グアム政府観光局オフィスがホテルに集まるサンビトレスロード沿いにあります。日本語を話せるスタッフもいるし、各種のパンフレットや地図が無料で手に入るので、ぜひ利用しましょう。グアムのタクシーは日本のように自動ドアではないので、乗りたい時には自分でドアを開けて乗り込むこと。タクシー料金はメーターと時間の併用制。遠くへ行く場合にはあらかじめ料金を確認しておくと安心です。空港からタモン湾までは約10分で、料金もわずか7ドルぐらい。もちろん支払いの時にはチップを 10% から 15% 忘れないように。日本からわずか3時間30分、マイクロネシアの一番南に位置するグアム島は周囲約 85km、 年間の平均気温が28度という常夏の島。人口は11万人。アメリカ領でもちろん公用語は英語。ブーゲンビリアやハイビスカスなど南国の花が咲き揃う美しいサンゴの島として知られています。さらにマリンリゾートのメッカとしても有名なグアム。それではその見どころをダイジェストで紹介しましょう。グアムといえばタモン湾。恋人岬を望むこのタモン湾の海岸線には高級ホテルが立ち並び、グアムでナンバーワンのリゾートゾーンになっています。弓なりになった湾には北から旧日本軍の大砲が残っているガンビーチ、グアムで一番のにぎわいを見せるタモンビーチ、そして地元の人たちにも人気のイパオビーチと白砂の浜が約2キロにわたって続いています。
グアムで一番のにぎわいを見せるのもこの一帯で、ビーチの後ろに広がるのがタムニンの街。ホテル通りを中心にレストラン、ディスコなどが立ち並びます。真っ白な砂浜の続くグアムの海といっても、いきなり裸足で走り込むととんでもない目に遭います。グアムの周りはサンゴ礁の海。海に入る時もビーチサンダルを忘れずに履いていきましょう。アガニャ中心部にあるのは一年中緑の芝生が美しいスペイン広場。太平洋戦争前まではここにスペインの総督邸がありましたが、今ではそうした面影はほとんど残っていません。中庭にある鉄格子のはまった小さな建物がチョコレートハウス。スペイン総督夫人は昔ここでゲストをチョコレートでもてなしたとか。グアムの歴史を感じさせてくれる場所ですが、今では地元の子どもたちの遊び場、ちょっとした散歩のついでに立ち寄りたいポイントです。グアムは昔スペイン統治領でした。そんな時代の遺跡の残るのがここアプガン砦。知事官舎の近くにあるこの砦は1800年頃チャモロ族の大反乱に対して統治をしていたスペインのムロ総督によって築かれたものです。このアプガン砦から見るアガニャの景色は広々としていて壮観、一見の価値があります。同じくアガニャ市内にある観光ポイントはラッテストーン公園。ここには何に使われたのか未だに解明されていないラッテストーンと呼ばれる石柱が並んでいます。まるでこけしのような形をした高さ 2.5 メートルほどのユーモラスなラッテストーン。公園は深い木立に覆われ、先住の巨人民族の墓標であるとの伝説が残るのもうなずけます。南国の不思議探検気分を味わいたい人はぜひどうぞ。グアムには日本人観光客向けの情報誌としてグアムビーチプレスとグアムナウがあります。両方とも無料でホテルのロビーなどにあるので、もらっておくと大変便利です。左手にはタモンビーチのホテル群、右手はきらめくフィリピン海。そんな眺望がトゥーラバーズポイント、恋人岬です。昔一人の心優しいチャモロ娘がいました。彼女はスペイン人の船長にお金と引き換えに結婚を迫られました。愛し合う恋人のいたその娘は恋人と髪を結び合ったまま岬から身を投げてしまった。そんな伝説の残る岬です。海面からの高さは約123メートル。午後は逆光になるので、午前中か夕日の美しい夕方に訪れるとベストです。海外で安心なのがトラベラーズチェックです。現金同様に使え、もしなくしても再発行してくれます。ただし日本で買ったらすぐに所定の欄に必ずサインをしておくこと。一番簡単にグアムで遊ぶにはツアーを利用するのが一番の早道。特に日本からのツアーに参加している人でなくても簡単に参加できます。どのホテルにもツアーデスクが並んだコーナーがあるので、その中から気に入ったツアーを選んで料金を払えば OK。 ホテルまでの送迎付きなので、約束の時間にホテルのロビーにいれば声をかけてくれます。あとは楽しむだけです。グアム島の南端ココスアイランドのすぐ横に浮かんでいるのがビキニアイランド。砂だけでできている小さな島で CM の撮影などによく使われています。満潮の時は水の下に沈んでしまうほどの小さな島といっても、サンゴ礁の中なので歩いてココス島まで行けるほど。そしてそんな小さな島だからこそ海の上に浮かんでいるような気分になれるのです。周りはエメラルドグリーンの海。のんびりもいいけれど、このツアーの本当の楽しみはマリンスポーツ。
その中でも特に楽しんでもらいたいのがパラセーリング。ガムでもパラセーリングの楽しめるポイントは少ないだけに、ぜひ体験したいもの。これはマリンスポーツの中でも一番簡単。インストラクターの指示に従って器具を体につけて、あとはパラシュートに引っ張られて勝手に飛び出していくだけ。今回は2人まとめて飛んでもらいましたが、1人より騒ぎがいがあって楽しさも2倍のようです。飛んだらあとは船の人任せ。たまには水に落とされたりするけれど、それもまた楽しいもの。空の上から見る景色も見逃せません。ラグーンの水の色がグリーンから青へと変わって、最近流行りのヘリコプターツアーよりもスリリング。この他にもビキニアイランドではマリンジェットやシュノーケリング、体験スクーバダイビングなど楽しみがたくさん。専任のインストラクターが教えてくれるので安心して楽しめます。どんどんチャレンジしましょう。タクシーやホテルなどガムやサイパンではチップの習慣があります。例えばホテル内で荷物を運んでもらったら、荷物1個について1ドル、ルームメイドにも毎朝1ドル、これは枕のそばに。レストランの支払いの時にも食事額の 10% から 15% のチップが必要です。ガムに来た、南の海に来たって実感したいならビキニアイランドへ。でもとにかくマリンスポーツを何でも楽しみたい人は全てがセットになったツアーがあります。クルーザーで沖へ出かけて、トローリング、シュノーケリング、ジェットスキーと代表的なものは何でもチャレンジできます。船の名はシセリナ号。出港するとすぐにトローリングが始まるので船尾に注目。クルージングを楽しむコツはスタッフと仲良くなること。彼らも乗るとギターを弾いてくれたりします。さて次はシュノーケリング。3点セットは自分の体に合うものをきちんと選びましょう。特にブーツは足に怪我をしないためにもきちんと履くこと。マスク、シュノーケルの使い方はしっかりと説明を聞いておきましょう。コツさえつかめば簡単に使えます。ライフジャケットを着ているためプカプカ浮いてしまい、スキンダイビングとは言えないけれど泳げなくても大丈夫です。水中で餌をやると魚が次々と寄ってきます。夢中になってみんなの間から離れていかないように注意しましょう。けれどもきっとあなたも水の中を一回見たらやみつきになりますよ。それではそんな水の中、ちょっとお楽しみください。体を濡らさなくても水の中を体験できるツアーもあります。それが潜水艦アトランティス号。約20分の間、サンゴ礁の中を航海するこの潜水艦は、元海軍で使われていた本格的なものです。次はジェットスキー。日本では免許が必要ですが、グアムでは16歳以上は無免許で OK。不安な人はインストラクターがついてきてくれます。といっても補助のフローター付きなので誰でも簡単に乗りこなせます。水の上を走り回るのはとても爽快なもの。どうせ落ちても水の中なら思いっきり大胆にチャレンジしましょう。楽しんだ後はカレーライスがサービスされます。疲れた体に潮風とカレーの辛さが相まって幸せな気分になれます。グアムで一番大きいショッピングセンター、それがマイクロネシアモールです。地元の人たちにも人気のこのショッピングセンターにはいろいろな商品がたっぷり。思いがけないお土産が見つかるかもしれません。
またビュッフェ形式の気軽で安く食べられる店も揃っています。グアムといえばマリンスポーツだけじゃありません。とにかく人気のスポーツはゴルフ。彼女たちがプレーしたコースは初穂インターナショナルカントリークラブ。このゴルフ場はグアムで唯一国際トーナメントも開ける本格的なリゾートコース。ホテルの立ち並ぶタムニンの街から車で15分くらいの場所にあります。コースは一見優しいようでありながらなかなかスコアの伸びない設計。クラブハウスも開放的な南国の雰囲気。ここでゴルフ道具一式上から下まで借りられるから気軽に遊べます。でも靴だけは用意していった方がいいようです。欧米人用なので日本人に合う靴が見つからない可能性もあります。グアムは暑いという印象がありますが、ここでゴルフにトライしてみると意外に快適。ヤシの木々の間を縫いながらのんびりとプレーが楽しめます。とは言っても他のお客様の迷惑にはならないように最低限のマナーはきちんと守るように。一つ覚えていた方がいいのは、グアム・サイパンのゴルフ場では自分でカートを運転しなければいけないこと。もちろんキャディーもなし。ただスコアが悪いからといってカートで憂さ晴らしをしないように。この初穂インターナショナルカントリークラブの他にも、グアムにはグアム高山カントリークラブと太平洋カントリークラブという2つのゴルフ場があります。それぞれ特徴を持った3つのゴルフ場、いずれもツアーで行けますから、ぜひ挑戦してください。ちょっとリッチに食事をしたい人におすすめなのが車やシーホース。ビーチに面しているので、海に沈む夕日を見ながらの食事が楽しめます。おすすめはもちろんシーフード。目の前で焼いてくれるステーキもなかなかの人気です。さて次に紹介するのはナイトライフ。グアムやハワイというとあのポリネシアンダンスショーを見ながらの夕食というのがイメージ。これもその気で見ると結構楽しいのですが、今回はちょっと気分を変えてみました。それがこのサンドキャッスル、ちょっとリッチなショー体験です。どちらかというとグアムというよりラスベガスのショーといった感じ。ドレスアップして楽しみたいものです。白と黒を基調にした内装はそれだけでも来た甲斐があるというもの。1990年12月にオープンしたここサンドキャッスルはグアムでも最も新しいプレイスポット。ディナーショー、カクテルショー、そしてディスコと時間に合わせて遊べるのが特徴です。彼女たちがまず入ったのはカクテルショー。それではショーの内容をちょっと覗いてみましょう。ショーの内容はこのように華やかなミュージカル、そして動物を使った本格的マジックショーです。次に入ったのはディスコ。このディスコはローカルの人々にも人気で、金曜土曜の夜になると大変な人、また人、外にも入りきらないで入場を待っているほどの人気です。ツアーを利用しなくてもここサンドキャッスルへは外観が黒一色のバスが各ホテルから定期的に運行されています。
グアムといえばマリンレジャー、それだけじゃ遅れてます。もっとグアムを楽しむならレンタカーで楽しむべき。借りるならやはりオープンカー。アメリカ気分をグアムで味わえます。オープンカーでも1日$100ぐらい。もちろんツアーデスクで申し込めます。レンタカーは現地でも借りられますが、日本出発前に予約していった方が安心です。トヨタレンタカーなら電話1本で OK。送られてくる予約確認書と国際運転免許証をカウンターに提示し、前金を払えばキーを渡してもらえます。レンタカーを借りたときは必ず一緒に保険にも入るようにしておきましょう。車両保険のほか同乗者保険も$5から$8で入ることができます。常識ですが、道路地図も手に入れてドライブ前には必ず道を確認しておくことも忘れないでください。北はアンダーソン空軍基地付近のジーコから、南はアクラ港のあるピティまで約38キロの1号線はマリンドライブと呼ばれるドライブウェイ。美しいヤシの並木やその向こうに広がる広大な海、日本とは全く違った南国ドライブを楽しめます。観光客のいない自分だけのグアムを発見するのも楽しいものです。またグアムは建物から建物までの距離が案外離れています。ちょっと外のレストランで食事をしようと思ったら30分くらい歩かなければならないなんてこともあり、レンタカーはとっても便利です。ガソリンスタンドで給油するときには受付カウンターに行って給油したい量を伝えます。料金を教えてくれるのでその場で支払いを済ませ、あとは自分で車に入れること。入りきらないときはもう一度カウンターに行けばお釣りがもらえます。グアムの交通ルールで特に注意が必要なのがスクールバス。スクールバスが生徒の乗り降りのために止まったら、後ろを走っている車や反対車線の車も止まらなくてはいけません。それでは車で行けるちょっと変わったポイントを一つご紹介しましょう。まずはガム島南部のタロホホまで足を伸ばします。この近辺はガムの文化発祥の地、延々とジャングルが続いています。このジャングルの中心を流れているのがタロホホ川。このジャングルを見下ろす高台から急な坂道を下ると、そこがタロホホの滝です。幅20メートル、高さ9メートルというガム最大の滝がこのタロホホの滝。実はこの滝壺では泳ぐことも可能です。でも不用意に飛び込んで何人もの人が亡くなっているとか、そこの様子がわからないので絶対に飛び込まないようにしましょう。このタロフォフォの滝の入り口の坂は大変急。馬力のない車では登らなくなってしまいます。運転に自信のない人は車を坂の上の駐車場に置いて歩いて滝まで行った方が無難です。ちなみにこのタロホホの滝から歩いて15分くらいのところに、あの横井正一さんが生活していた横井渓部があります。こうしたジャングルの中を探検したいときは、長袖シャツやズボンなどの身支度も忘れずに。せっかく長袖長ズボンを履いてもサンダルなんかじゃダメ。注意しましょう。グアムの道路は交通事故が多いのでも有名ですから、くれぐれも事故にだけは気をつけてください。特に道路はサンゴでできているので、雨の降った後など非常に滑りやすくなるから注意が必要です。さて最後に紹介するツアーはドッグレース。東京大井競馬場のトゥインクルレースではないけれど、照明の中を走り抜ける犬の姿は見ているだけでも美しいもの。入場料を払って中に入ると、ここだけ異常な熱気。8頭のグレートデンがコースを駆け抜けます。
賭けの仕方は簡単。まず次のレースで走る犬の紹介があるので、それを見て勝ちそうな犬を選びます。そして馬券ではなくて犬券を買えばおしまい。あとはゆっくりとレースを観戦するだけ。単勝、連勝複式、3連勝複式、1位、2位、3位全部当てるものなどかけ方はいろいろです。予想紙なども売っているので参考にすると良いでしょう。でもあんまり熱くなってお金を使いすぎないように。太平洋に浮かぶもう一つの楽園、それがサイパンです。サイパン空港はミクロネシア風かやぶき屋根の小さな空港。外交を思いっきり取り入れた明るい雰囲気が特徴です。もちろんここでもグアムと同じように入国審査が必要です。質問されることはグアムと同じく滞在日数と入国目的ぐらい。入国に必要な書類は出入国カードと関税申告書、そしてパスポートと帰りの航空券。ビザは必要ありません。次は税関。荷物をピックアップして税関のカウンターを通り抜ければもうサイパンの明るい空の下です。思い切り楽しみましょう。サイパン空港を出ると正面にマリアナ観光局があります。ここはサイパン島からテニアン、ロタまで全ての観光情報が揃うステーション。ホテルに向かう前にここでさまざまな情報を仕入れておくと便利ですよ。サイパン空港もホテルまでの足はタクシーしかありません。ターミナルの前に止まっているタクシーの中にはメーターのないものも多いので、あらかじめ目的地までの料金を確認してから乗る方が良いでしょう。マイクロビーチまでは約20分、サイパンの中心地であるススペまでは約15分、10ドルが標準料金。朝夕は渋滞していることもあります。最近サイパンにできたのが SRT と呼ばれる公共バス。メインストリート沿いにホテルやショッピングセンターを結んで走っています。乗りたいときはバス停から手を挙げれば OK。料金は1ドル。乗り込むときに支払います。グアムの北西に浮かぶ島々、北マリアナ連邦の一番北にあるのがサイパン島です。島の西側に沿って代表的なビーチ、繁華街が並んでいるのが特徴。都会化されたグアムと違ってサイパンは手のつかない自然な売り物。のんびりとした雰囲気はグアムとまた一味違います。素敵なリゾートアイランドサイパンはまたマリンスポーツパラダイスとしても有名です。サイパンのメインビーチといえばこのマイクロビーチ。最も美しく最も人気の高いビーチです。一日に何度もその色を変えるという真っ青な海。遠浅の海岸は海水浴にも最適。もちろんボードセーリングから水上スキー、ジェットスキーまでマリンスポーツすべてが楽しめます。サイパンの中心であるここにはホテルが多く、約1キロ続く海岸線は地元の人にも人気があります。サイパン島最北端の岬はバンザイクリフ。海面まで約80メートルの断崖絶壁はサイパン有数の景勝地。バンザイの名は太平洋戦争当時の悲劇から名付けられたとか。
岬の傍らには戦争の行方を悲観、ここから身を投げた人の霊を慰める太平洋の塔や供養塔があります。市街からバンザイクリフへ行く途中にあるのがラストコマンドポスト。この崖をくり抜いたところがサイパン島最後の日本軍司令部があったところ。朽ち果てた戦車や砲台が当時の悲劇を今に伝えています。主要道路は整備されているものの、少し町を外れると舗装されていない白い道が続きます。この白さの秘密は石灰です。雨が降ると滑るので、運転する人は注意が必要です。サイパン熱帯植物園はミクロネシアの自然を体験できる場所です。1500本のハイビスカスの咲き乱れる大花壇園、あるいはたくさんの野生蘭、そして貧乏樹の森、お弁当を持って一日のんびり過ごすにも最適な場所です。頂上には真っ青な海を一望できる展望台もあり、サイパンの絶景を堪能できます。サイパンは昔サトウキビの産地として有名でした。そんな時代の面影を残しているのがサトウオオ公園。中にはサトウキビの運搬に実際に使われていた小さな蒸気機関車も残されています。自然の楽園サイパンは野鳥たちの楽園でもあります。夕方近くになるとたくさんの海鳥たちが集まる小さな島がバードアイランド。思いっきり自然を堪能したい人にはバードアイランド展望台から眺める入り江の姿は最高です。サイパンのメインロード沿いに植わっているのがこのフレームツリー、和名火炎樹。真っ赤な花を咲かせる様子がまるで炎のようなので、この名前が付けられたそうです。ホテルの使い方で南国は楽しくなるかつまらなくなるか決まると言っても過言ではありません。彼女たちが今回泊まったところはサイパンダイヤモンドホテル。サイパンでも新しい現代的なホテルです。グアムやサイパンのホテルではドアマンがいないのが普通。ツアーなら現地係員がチェックインまで代行してくれますが、個人旅行の場合は自分で手続きが必要となります。まずレセプションと書かれたカウンターへ。 I made a reservation in Tokyo. My name is Tani. そして滞在日数も I'll stay 3 nights. 出されたレジストレーションカードに名前などを英語で記入します。記入した後、部屋の鍵を受け取ればおしまい。ホテルによってはここで簡単な施設の説明をしてくれるので、しっかり聞いておきましょう。原則としてポーターはいないのが普通。もし運んでもらった時はチップを渡すのをお忘れなく。海外に行ってまず調べておきたいのが地元の人が使うスーパーマーケット。ここジョーダンショッピングセンターはサイパンでも最大級のショッピングセンター。ちょっとお腹が減った時の食べ物から薬まで何でも手に入るので大変便利です。さて、部屋に入ったらまずしたいのが情報収集です。グアムやサイパンのホテルでは大体のアクティビティがホテル内に揃っているのが特徴。それを使って遊ばない手はありません。サイパンダイヤモンドホテルではアクティビティの受付が中庭にあるこのテントにありました。テニス、フリスビー、そしてもちろんシュノーケリングやボードセーリングまでさまざまな機材の貸し出しをしています。
また初心者に向けたレッスンも組んでいます。どんどんチャレンジしましょう。まず彼女たちはプールサイドでのんびりすることに決めたようです。この時のビーチマットも先ほどのテントで借りたもの。こんな風にプールサイドでカクテルを楽しむのもホテルならでは。支払いはルームキーを見せてサインをすれば OK です。ルームキーは自分で管理するのが基本。ホテルの外へ出るときはキーはフロントへ。またホテルでは部屋の中の盗難でも責任は一切持ってくれません。貴重品やパスポートなどは部屋に備え付けの金庫かフロントのセーフティーボックスに預けるといいでしょう。ホテルのプールを使いたいときに部屋のタオルは絶対に持ち出さないように。ホテルの大半はプールサイドに貸しタオルがあるのでそれを利用しましょう。こうしたアクティビティはそれぞれのホテルによって多少の違いがあります。このダイヤモンドホテルの特徴は乗馬も楽しめること。まずは馬場内で練習。専門のアシスタントがいろいろ教えてくれます。そして何より嬉しいのは海岸線を馬に乗って散歩できること。夕日の海岸線で乗馬を楽しむなんてそうそうできるものではありません。もちろんサイパンのホテルにもグアムと同じくツアーデスクが揃っています。これなら簡単にいろいろな遊びができるというもの。どんどん活用しましょう。またトヨタレンタカーのオフィスもあり大変便利です。ホテルのチェックアウトは正午が一般的。それまでには荷物を部屋から出して会計を済ませること。キャッシャーの表示のあるところでチェックアウトを行います。パーソナルサイパン第一のおすすめがマニャガハ島。サイパン島の西マイクロビーチの沖合 2.5 キロに浮かぶ無人島がそれです。マニャガハ島まではサイパン島から船で約20分。そこが見えるほど透明な海を見ているだけですぐついてしまいます。島の大きさは外周約 1.5km。 一周歩いてみても20分ほどの小さな島。ここが観光客に人気のあるのはまだ俗化されていない自然の宝庫だから。太平洋戦争当時の砲台さえ静かに眠っているかのようです。無人島で静かに一日ヨーロッパ人のようなリゾートを満喫というのもここの楽しみ方かもしれません。太陽の下で眠るのはとても幸せなものです。しかしマリンスポーツが大好きなあなた、もちろん存分に楽しむことができますからご安心。彼女たちが最初にトライしたのが海のジェットコースターバナナボート。ただこのバナナボートにしがみついているだけなんですが、これがなかなかハード。何しろモーターボートでガンガン引っ張ってしまうのですから。無人島といってももちろん休憩所は完備しています。シャワーもあるしトロピカルドリンクも自由に楽しめます。昼食はバーベキュービュッフェです。潮風を感じながらの食事は何でも美味しくしてしまうもの。もちろん味も保証付き。この島のもう一つの特徴が初心者のためのマリンスポーツレッスンが揃っていることです。彼女たちは今回スクーバダイビングに挑戦。レッスンが必要ないという方にはもちろん3点セットの貸し出しも行っています。
この島のインストラクターたちが楽しんでいるのが空き缶の蓋を使ったチェッカー。野じ馬に混じって観戦していれば自然に地元の人と友達になれるのではないでしょうか。夕暮れの迫る頃、一艘のボートがマイクロビーチ沖合を目指し出発します。ムーディーな旅をお望みなら、こんな船に乗るサンセットディナークルーズ、これに決まり。プティオンサイパン号は149人乗り85フィートの双胴船カタマラン。ディナーが始まる前には食前酒が配られ、夕日を眺めながらのクルージング。夕日が沈んだ頃、ディナーの始まり。風に吹かれて料理にした鼓。船内のステージでは生バンドの演奏を楽しみながらの豪華な船上ディナーです。もちろん音楽もトロピカル。ディナーが終わってからも楽しい景品の当たる抽選会やディスコタイムでリゾート気分は満点。船が港に戻る頃、また明日も乗りたくなってしまう、そんなムード満点のクルーズです。海外に来て便利なのが KDD のジャパンダイレクト。指定のナンバーを回せば日本の交換台に直接つながります。ただし使えるのはコレクトコールか KDD のハローカードによる引き落としだけです。サイパングランドホテル内のレストランコーラルで楽しめるのがチャモロ料理です。これはサイパンに来てこれを食べずに帰るなかれとも言うべき地元の味。南国の素材を使った料理は意外と日本人の口に合うものです。もともとチャモロ料理はお祭りの時みんなで集まって食べるもの。よってビュッフェスタイルが正式。人数が増えれば美味しくなると言われているだけに、できるだけ大人数で楽しみたいものです。素材にはココナッツを使っているのが特徴。またヤシガニ、ロブスターなど現地のものを巧みに使っています。そしてこれ、コウモリ料理。ちょっとグロテスクに見えるけど、フルーツだけを食べるコウモリを5時間もかけてココナッツミルクで煮込んだ地元でも最高のおもてなし料理なのです。でもこのコウモリ、数が減ってきたそうで、なかなかお目にかかれなくなりつつあるとか。少し経つと幻の料理になるかも。フルーツバットに挑戦するなら今がチャンス。事前に予約をしてディナーの計画に入れてください。カードを使うときには専用の請求書にサインをしましょう。その時、請求書のチップの欄に金額かパーセントを書けば、チップもカードで自動的に支払われるようになります。またサインをした後、自分用の控えを切り取り、カーボンを抜いておくこと。くれぐれも金額の確認は怠らないように。案外知られていませんが、グアムやサイパンは香港などと同じフリーポート。ということは、ブランド物が安く手に入るということです。ここサイパンの白ボタンは、そんなブランド物を数多く品揃えしたお店。もちろん、特色ある地元のお土産もたくさん揃っています。日本からガムサイパンを訪れる人は年間100万人以上にもなりました。南の島に憧れる日本人。そんな日本人の憧れや夢を叶えてくれるのがグアムとサイパンです。ミクロネシアの小さな2つの島。ここは日本から一番近い楽園です。
人まだまだたくさん。8ミリビデオソフトのお問い合わせはソニーソフトセンターへ。 It's a Sony.